はい、こんにちは。今回は中国のカーボンパーツブランド EXS の超軽量カーボンシートポストをレビューしていきます。とはいえ最近のカーボンロードは専用のエアロシートポストを採用することが多いんですが、こちらの製品は様々なブランドのバイク専用形状となっていて、純正シートポストと交換して使うことができます。高強度カーボンやチタンの 3D プリントを駆使して純正シートポストよりも大幅な軽量化を実現したこの製品、乗り心地にも配慮された飛び道具をレビューしていこうと思います。ではまず EXS というブランドについて簡単に紹介します。EXS サイクリングは中国広州のカーボンパーツブランドです。EXS っていうのはエクストラオーディナリースピード、非凡なスピードの略とされてます。製品ラインナップはカーボンハンドルの他にカーボンフォークなんかも取り扱っています。特にこのフォーク、ワイヤー外装のフレームをフル内装仕様にするっていうちょっと変わった製品で、一部界隈では注目されていました。ハンドルについては以前私のチャンネルでグラベル用の R200 っていう軽量カーボンハンドルをレビューしたんですけど、200g と非常に軽量な割に光合成でした。EXS の製品は中華ブランドの中では少し割高かなって感じる価格設定なんですが、その分軽さとか仕上げの品質とかは優れているっていう印象です。はい、ではシートポスト見ていきましょう。こちらの製品名はアイランクって呼ぶのかな。各社のフレーム専用形状の超軽量シートポストです。今回提供いただいたのは私が乗っているキヤノンデールのスーパー6エボ第4世代と第5世代共用のものですけど、他にスペシャライズドのターマック SL8 とかメリダのリアクトでコルナゴファクターなんかに対応したものが販売されてます。その他に汎用的な 27.2mm の丸型ポストっていうのもラインナップされています。外観はシンプルですね。艶消しのマットな質感で表面はカーボンの細かい目が見えます。で後ろ側には高さの目盛りとそして EXS のちょっと反射するキラッとしたメタル調のロゴが施されています。そしてこのシートポスト自体は高弾性カーボンではなくて高強度のカーボンファイバーを使って製造されています。カーボンファイバーには強度が高いものと高弾性率、つまりしなりにくいものがあって、フレームなんかには高弾性のカーボンを使うことで剛性を高めてるんですけど、シートポストはどちらかといえば適度にしなって快適性が求められるパーツです。なのであえてしなりやすくってしかし高強度なカーボンファイバーを使うことでより軽くそしてより快適に仕上がっています。でシートポストの長さはレールのクランプ部から先端までで 330mm となっています。櫓についてはチタンの 3D プリントで製造されています。こういうパーツ、トポロジー最適化設計といって、力がかかる分は強くかからない部分は肉抜きするっていう、コンピューターシミュレーションを駆使して設計する手法があるんですけど、そういうのに設計された形って従来の切削加工とかプレスとか鋳造ではなかなか作りにくい複雑な形状になるんですよね。でそこで 3D プリントを使うことでこういう有機的な形状でも設計通りに作ることが可能となっています。見た目はスカスカですけど必要な強度は十分に確保されています。そしてこの櫓のレールを受ける側、こちらのパーツはカーボンファイバーで作られていますね。櫓の固定ボルトについてはチタン製です。工具をかける穴はトルクスの T25 になっています。このシートポスト、第4世代のスーパー6エボ付属のカーボンシートポストと、そして第5世代のスーパー6エボのシートポストと比較してみましょう。まず第4世代のスーパー6エボハイモットに付属したシートポストです。こちらは全長が 330mm、そしてオフセットが 20mm となっています。なので長さ的には EXS のシートポストと同じですね。で櫓部分はアルミ製となっています。このレールのクランプ部も長さが十分取られてて、カーボンレールとかでも確実に固定できそうですね。で重量を測ると 157g ですね。カーボンシートポストとしてはそこそこ軽い部類かなと思います。
では次に第5世代のスーパー6エボラブ71に付属のものです。こちらのシートポスト自体はスタンダードモッドのものからラブ71まで形状は同じなんですけど、上位モデルについてはこのボルト部分がチタンボルトを採用することでより軽量になっています。そしてこのシートポスト、純正では長さが 365mm あるんですけど、そのままだと私のバイクにつかなかったんで、少しカットして 320mm になってます。そして 320mm にカットした場合の重量ですけど、実測で 156g です。では最後に EXS の I ランクの重量を測っていきます。でね、手に持つだけではっきりと軽さが分かりますね。そしてこのシートポストの断面めちゃくちゃ薄いです。これ左から第4世代のシートポスト、第5世代のシートポスト、そして右端が EXS のシートポストなんですけど、肉厚が肉眼ではっきり分かるぐらい薄いのが確認できるかなと思います。この薄さで本当に大丈夫なんかなと思うんですけど、そしてこの側面指で押すとちょっとペコペコへこみます。第5世代とか第4世代のシートポストはそこについてはかなりしっかりしてるんで、このサイドの部分は特に薄く軽量化が徹底されているように思います。では重量を測りましょう。330mm の長さで実測重量が 109g です。第4世代が 157g、第5世代が 156g なので、これらと比べると一気に 50g 程度の大幅な軽量化となります。パーツ一つで 50g の軽量化は結構劇的だと思いますね。はい、じゃあ EXS のシートポストバイクに取り付けていきます。まずは純正のシートポストをバイクから取り外します。スーパー6エボの場合は前三角の内側に固定ボルトがあって、ここを緩めると薄が引っ込んでシートポストを抜けるようになります。でシートポストの内部を上から見るとこんな感じに前方斜め下方向からこの金属の薄がボルトに連動して押し付けられてシートポストを挟み込んで固定するような構造になってます。はい、じゃあ取り付けていくんですけど、取り付けに関して一つ注意事項があって、それは締め付けトルクです。こちらの純正シートポストの場合、シートクランプの締め付けトルクは 6Nm、そしてこの櫓の固定ボルトも 6Nm で締め付けできるようになってるんですが、EXS のカーボンシートポストは低トルクで正確に締め付ける必要があります。具体的にはシートクランプの締め付けトルクは MAX5Nm、そして櫓の固定トルクは少しややこしくって、シートポストの前側は 3Nm、そして後ろ側は 5Nm となってます。これをしっかり守らないとシートポストが割れたり櫓が破損したりする可能性があります。なので 50g 軽い分そこはシビアな管理が必要になります。じゃあまずサドルを仮付けしてからシートポストをフレームに差し込んでいきましょう。櫓のボルトについては前側のボルトは上からアクセスする、もしくはサイドからスパナで緩めるようになってます。そして後ろ側のボルトについては下側からアクセスするようになっています。はい、こんな感じですね。正確な角度はバイクに取り付けないとわからないんで、とりあえず脱落しない程度に緩く締めました。ここの前側の櫓のボルト、上からだと簡単にアクセスできるんですけど、穴が開いてないサドルの場合はこの微妙な隙間から六角頭になった部分をスパナでちょっとずつ回す必要があります。そしてその状態でこの 3Nm の規定トルクで締めるっていうのはなかなか厳しいと思います。このシートポストを使うなら、穴開きサドルを使うのがいいかなと思います。じゃあフレームに差し込んでいきます。フレームに挿入する前にこのスーパー6エボ専用のダストカバーを取り付けます。こんな感じに通すだけですね。でまずはサドルの大体の高さと角度を合わせます。
と軽く固定してやって、サドル上面が水平になるように櫓を調整します。こんなもんですかね。で前後位置ね、もうちょっと後ろなんで下げます。まあだいたいこの辺かな。で次にサドルの高さを合わせます。もうちょっと下かな。はい、だいたいサドルの高さが合いました。でもう一回サドルの前後位置を合わせます。私の場合サドルの前後位置はこのサドルの先端からフォークコラムのキャップのボルトの位置の間で合わせてます。同じバイクで管理する限りはこの先端とここの間の距離で測る方がぴったり再現しやすいです。あと5ミリぐらい下げ。私そんな後ろ乗り行ったわけじゃないんですけど、ゼロオフセットだと結構ねレールの前の方で掴む感じになってしまいますね。で OK です。で微調整したんでサドルの高さをもう一回チェック。大丈夫そうですね。じゃあまずこの状態でここの櫓のボルトを締めていきます。T25 のトルクスをトルクレンチにつけてトルクを3ニュートンメーターにセットします。上と下を均等に締めていきます。はい、3ニュートンメーターで締めました。で後ろのボルトは5ニュートンメーターって書いてあるんですけど、これこっち締めてバランス崩れへんのかな。ちょっと全力で締めるのは怖いんでカチッと言わない程度に、弱めに締めておきました。一旦シートポストを抜きます。で、このシートポストのフレームと接する部分に滑り止めのカーボンコンパウンドを塗ります。このフレームと当たる後端部分、櫓の薄が接するこの前の部分、ここを中心的に塗っていくといいと思います。でサイドに関してはね、ここには力かからないんで、別にいらないんじゃないかな。で差し込んでいきます。じゃあ本締めしていくんですけど、キャノンデールのスーパー6エボの場合ここを締めながらこのサドルを前に押し出してやるように力をかけながら締めていくとしっかりと締まっていきます。である程度トルクをかけると縛いてやると結構パキッていって動きます。なんでトルクをかける後ろから叩くっていうのを繰り返していきます。どうもねこの中で薄の位置が落ち着かないみたいなんですよね。でトルクレンチで5ニュートンメーターに設定して締めていきます。で後ろから叩く。このパキって言うんですよ。よし、5ニュートンメーターで締まりました。一応これで取り付けができたはずなんですけど、かなり低めのトルクで締めてるんでずれてこないか若干心配ですね。あとこのサドルねレールのかなり前の部分で固定してるんで強度的に大丈夫なのかなって気はします。体重かけて押した感じでは特に異音とかもしないしずれる感じもしなかったんで、あとは実装でチェックしていきましょうか。ではこの EXS の超軽量シートポストを私のバイクキャノンデールスーパー6エボに取り付けてみました。全体のイメージはこんな感じです。3D プリンターで造形されたチタン製の櫓がサドルの隙間からちらっと見えるのがかっこいいですね。実際に走ってみるとダンシングの振りが軽くなるのを実感します。バイクの高い位置で 50g も軽くなると、やっぱりその軽量化の効果は大きいです。で一方で乗り心地の変化はあまり感じませんでした。こういうエアロシートポストは前後に長くって剛性が高いんでシートポスト自体はそんなにしなってないと思われます。そしてスーパー6エボの場合はフレームのシートチューブの構造で衝撃を吸収する構造なんで、シートポスト自体の剛性が多少変わったところで、あんまり乗車感としては感じられなかったんかなと思います。で気になった点といえば異音ですね。
普通に平地で乗ってる限りは特に音はしないんですけど、シッティングでヒルクライムする時なんかサドルに大きな力がかかる時にはシートクランプ付近から異音がすることがありました。スーパー6エボのシートポストっていうのは若干異音が出やすい構造で、特に先代第4世代の初期型は純正シートポストでも鳴ることがよくありました。パキパキ音がするからといってずれてくることはないんですが、気になるといえば気になります。でこのシートポスト規定トルクの範囲内で待ち締めしたんですが、完全に音鳴りをなくすことはできませんでした。はい、ということで今回は中国 EXS サイクリングの超軽量シートポスト I ランクをレビューしてきました。自転車を始めて20年近く、軽量パーツには散々手を出してきました。基本的に軽量化には犠牲がつきもので、例えばフレームやホイールは合成不足になりやすいですし、タイヤなんかはパンクしやすくなったりします。他のパーツについてもやっぱり極端に軽いものは曲がったり折れたり割れたり強度が不足しているものも多かったです。バイクが軽くなったからといって速くなるとは限らないし、むしろそうでないことも多いです。しかし今回レビューした EXS I ランクはそういった走行性能を犠牲にすることなく軽量化することができました。私のバイクでは残念ながら若干異音がしたんですけど、それを許容するならずれたりとか壊れたりということはなかったです。これからヒルクライムシーズンが始まってバイクの軽量化に勤しむ方も多いんじゃないかなと思います。軽いフレーム、軽いホイール、そして軽いコンポーネント、一通りの軽量化をやった上で、さらにもう一段階軽くしたいという人にこの EXS の I ランクは有力な選択肢になるんじゃないかなと思います。ただし超軽量パーツ特有の扱いは必要になってきます。特にこの I ランクの場合、各ボルトの締め付けトルクが細かく規定されてるんで、出先での調整であってもそのトルクを超過しないように慎重な締め付けが求められます。はい、ということで今回のレビューは以上です。今後もいろんな機材のレビューやっていきますんで、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。